どうも KT です。老舗の名店から B 級グルメまで何でも食べまくる KT イーツが、今回は江戸時代屋台から始まった日本のファストフード魅惑の立ち食いそば、最高の名店5選をご紹介したいと思います。最後にちょっと寄り道もありますので、ぜひ最後までゆっくりとご覧ください。まず最初のお店は神田。この淡路町駅から徒歩2分のところにあります。昭和46年創業、東京のゲソ天や春菊店はここから始まったと言われている立ち食いそば界のレジェンド店です。この辺りは神田松屋、やぶそばをはじめ歴史ある名店立ち並ぶそば店の激戦区。それでもこちらには熱狂的なファンが後を絶ちません。早く安く味は最高、まさにその通りで安いですよね。昭和の雰囲気がたまりません。どこもかしこもとにかくかっこいいです。入店したらまず口頭で注文をしますが、注文してからの提供速度は驚くほど速いです。ガラスケースに天ぷらがずらりと並んでいます。この大量のゲソ天がお昼過ぎには完売、すごい人気ですよね。まずはゲソ天そばが来ました。やはりゲソ天が一番人気、ほとんどの方がこちらを注文しています。そばは昔から変わらず高阿物産の茹で麺、柔らかくもちっとした食感、これが美味しいんですよね。昭和40年代高級店では使われていなかった赤イカのゲソを使用したのが始まり、噛めば噛むほど味わい深いゲソがたっぷりと入っています。味天もいただきました。身はふっくら、味の風味が最高です。うまい。春菊天そばが来ました。大きな春菊天は薄衣でほろほろと崩れていきます。こちらも追加しました。ちくわ天も美味しいですね。美味しいお出汁。漆黒のつゆと言われる六文そば、数ある店舗の中でも須田町店のつゆの色は若干控えめ、甘さも控えめで濃厚な醤油と出汁の風味が最高です。おいしい。こちらはコロッケそばに紅生姜天を追加しました。そうですね。コロッケは衣がしっかりカリッと揚げられていて、箸で持ち上げられます。紅生姜天は薄衣、真っ赤な色が食欲をそそります。生姜の風味も最高です。こちらもいただきました。甘い油揚げと酢飯が最高です。酢飯で美味しい。ごまが入ってる。カレーうどんもいただきました。具材がゴロゴロっと入ったカレーはピリ辛、茹で麺だけど張りがあって美味しいですね。ボリュームがあってしっかり食べ応えがあります。次のお店は渋谷区、京葉線初台駅の新国立劇場出口を出てすぐ目の前にある人気店。常に行列が絶えません。お店の入り口にある券売機で食券を買って席が空くまで待ちます。メニューは定番の他に納豆そばなど変わったおそばもありますね。まずはニシンそばが来ました。大きなニシンの姿煮とわかめがたっぷりと乗っています。ほんのり甘いすっきりとした上品なつゆ、辛すぎず濃厚な出汁の風味がいいですね。
美味しい。こちらは茹で置きではなく木そば、コシがあって最高に美味しいです。いよいよニシンをいただきます。甘辛い味付けのニシンの姿煮、結構厚みもあって食べ応えがあります。濃厚なニシンの風味がたまりません。卓上のネギが入れ放題なのも嬉しいですよね。立ち食いそばといえばだいたい揚げ置き茹で置きが当たり前ですが、加賀さんは注文が入ってから揚げてくれるので、いつでも揚げたての天ぷらがいただけます。ありがとうございます。はい、美しい扇形の大きな春菊天が大迫力。これが揚げたてサクサクで美味しいんですよ。コロッケも揚げたて、中はトロトロ熱々です。やっぱり揚げたては香りもいいですよね。こちらが一番人気のかき揚げ。この厚みすごいですよね。とても立ち食いそば店のかき揚げとは思えません。こちらももちろん揚げたて。その分他店と比べて提供スピードは落ちますが、それでも揚げたてがやっぱり食べたいですよね。衣はサクサク、噛むと玉ねぎの甘みが最高なんですよ。次のお店は立ち食いそば店の中でもちょっとユニーク、自家製麺とインドカレーで大人気の名店です。まずは入り口にある券売機で食券を買います。天ぷらの種類も多く、メニューは非常に豊富。無農薬野菜を使った季節限定などもあります。食券をお店の方に渡して、そばが出来上がったらカウンターまで取りに行きます。まずは盛りそばが来ました。盛りそばと天ぷらも注文しています。自家製の生麺、ツヤがありしっとりしています。麺はコシがあってしなやか、つゆは無花鳥、濃厚な武士系の出汁で後味はすっきり。これは美味しいですね。こちらは巨大なもずくの天ぷら、ハンバーガーぐらいのサイズ感はあります。もずくとわかめ、紅生姜が入っていて、磯の香りがいいですね。こちらは岩下の新生姜の天ぷら。その他にも変わった天ぷらがあって、こちらのお店は本当に楽しいんですよね。春菊はもうそのまま。こちらはかけそばに大きな春菊の天ぷらが乗った春菊天そば。野菜は薬味のネギに至るまで全て国産を使用しています。うまい。つゆの色はそこまで濃くはありませんが、濃厚な武士系の出汁で後味はすっきり。おいしい。こちらは単品で注文しました。安くてびっくりしました。おいしい。ニシンをそばつゆに浸すと、ニシンの風味とわかめの香りも加わって、つゆがさらに濃厚に風味豊かで最高に美味しいです。来ました、名物よもだカレー。インドカレーが立ち食いそば店で食べられるなんて信じられませんよね。
美味しい。マイルドでコクがあり、ピリッと辛いやみつきの美味しさです。はい、結構柔らかいです。次のお店は名店中の名店ひしめく人形町。立ち食いそばの激戦区でもある中で、創業は平成21年と比較的新しい名店です。メニューはレギュラーメニューに加え、季節限定などもあって非常に豊富です。入店したらまずは券売機で食券を買ってお店の方に渡します。立ち食いでそば前のようにだし巻き卵があるのは珍しいですよね。うわー、じわってる。プルプルのだし巻き卵は箸を入れるとじわっとお出汁が染み出てきます。優しいお出汁と卵の風味がたまりません。うまい。出汁がすごいの。じゅわーって出てくるよ。立ち食いそば好きの間で人気の製麺所村麺の木そばを使用しています。しなやかでしっとり、細めですがしっかりコシがあります。つゆは本枯れ本節2年ものを使用しているそうですが、これがたまらなくうまい。温かいお蕎麦もいただきました。大きなじゃことわかめがたっぷり乗っています。つゆの色は綺麗な琥珀色。東京にしては色は薄いですが、こちらも最高に美味しいです。お出汁も美味しい。木そばなので多少時間はかかりますが、やっぱりコシがあって香りがいいですね。天ぷらの値段はすべて均一なので、天ぷらという食券を買って種類は口頭で伝えます。紅生姜天はもうこのままでも美味しいですね。人参が入る。あ、結構サクサクだ。見ての通りサクサク、衣は薄く軽い食感で何個でも食べられそうです。うわ、うまー。サクサクです。紅生姜天はお蕎麦に入れるまでもなくなくなってしまいました。揚げ置きなんですけど、まるで揚げたてのようにカラッとしています。サクサク。そば湯ですね。はい。こちらはボリューム満点、鶏の唐揚げが乗った鶏からそば。鶏の脂が溶け出してそばつゆにパンチが加わります。唐揚げがうますぎる。ジューシー。皮はパリッと。こちらには卓上の辛味噌で味変してみました。結構辛い。辛うまい。こちらはちょっとお高い期間限定。それでもこれだけの牡蠣とセリが乗ると本来なら2000円を超えそうですが、立ち食いだからこそこのお値段。美味しい。牡蠣の旨味が染み出たつゆが最高です。柚子の香りもいいですね。セリの香りがすごい。セリは香りのいい根っこ付き。これが立ち食いそば店でいただけるとは思えませんよね。爽やかなの。美味しいセリ。丸々と太ったプリプリの牡蠣がこれでもかと乗っています。カピうまい。次のお店は酉の市で有名な浅草大鳥神社のすぐ近く、創業して45年にもなる老舗の名店です。
お店に入ったらまず券売機で食券を買います。天ぷらの種類が豊富にあります。コロッケもいただきたかったのですが、コロッケは限定5、6食と非常にハードルが高く、お昼前にはなくなってしまうそうです。こちらは麺の種類もそば、うどんのほか細うどん、きしめんなどもあり非常に豊富。卓上に白ごまがあるのも珍しいですよね。まずは盛りそばをいただきます。だしの効いた濃厚なつゆ、ほんのり甘みがあって美味しいですね。そばはもっちり、コシがあって最高です。甘めのだしがしみしみのお揚げ、ご飯は酢飯でどこか懐かしい味わいがたまりません。一番人気はやはりゲソ天。ゲソはコリコリ、噛むごとにゲソの旨みがじわっと広がります。つゆは黒く、これぞ東京のそばつゆ。だしも濃厚で最高に美味しいです。美味しい。麺は茹で置きの柔らかいそば、しなやかでもちっとした食感が最高です。春菊天そばとアジの天ぷらもいただきました。香りのいい春菊天はほろっと崩れます。アジは結構肉厚、食べ応えがあります。身はお箸で簡単に切れる柔らかさ。こちらは麺の種類も豊富なので、今や絶滅危惧種と言われている細うどんもいただいてみました。こちらは先ほどの甘めのお揚げ、大きなお揚げが2枚も乗っています。うどんは柔らかくツルツル、お揚げで甘くなったつゆも最高です。次のお店はそば店ではありませんが、ちょっと寄り道、山田屋さんから徒歩6分の場所にある粉もんの名店です。創業は昭和27年、70年以上も地元の方に愛され続けています。実家のような雰囲気が落ち着きますよね。日本人なら誰もが童心に戻ってしまうような、そんな温かみのあるお店です。飲み物とか自分で取っていくんですか？飲み物そこで。注文はこちらで。わかりました。ドリンクは冷蔵庫からセルフで取って最後に自己申告で生産する昔ながらのやり方です。そしてこちらは昔懐かしいクリームソーダ。メロンソーダの濃さはおかみさんのさじ加減。これが絶妙にあっさりとして最高なんですよ。氷は高級バーさながらアイスピックで砕いていました。これが最後まで溶けません。しかもこれがなんと200円です。青のりがたっぷりかかった焼きそば、ソースの香ばしい香りがたまりません。こちらも東京とは思えない価格。おいしい。うわー、すごい。かつて東京にたくさんあったもんじゃ焼きのお店、今ではだいぶ少なくなってしまいましたが、それでも下町にはまだまだもんじゃ焼きが残っています。結構土手を作らないのが浅草流。三島屋さんでは豪快にステーキ用の鉄板で提供されます。おいしい。キャベツたっぷりのそばもんじゃ、
卵も入ってボリューム満点。お出汁が効いたソース味で昔懐かしい味わいがたまりません。大将、今何年目になられるんですか？私は1985年ぐらいか。じゃあ大将がで何代目になるんですか？2代目。2代目なんですね。三島屋さん自体がもうじゃあ何年ぐらいになる？70年ですね。大将、もんじゃの具材はエビとか切りイカ、あとちょっと海鮮の味がしたりして、カツオの出汁とかも入ってる。そうなんですね。なんか一つまた塊のやつがあって、あれこれは何だろうとかって思って。それこれだと思います。そうなんですね。これ揚げ玉なんですね。たぬきそばに入れるやつ。こちらは個人的に東京ナンバーワンのたこ焼き。一つ一つが小ぶりで耳がついているのが特徴です。耳はパリパリ、きめが細かくふわふわとして生地がとにかく美味しいです。中にはタコの他にキャベツも入っています。派手さはないけど今となっては貴重な昔ながらの素朴な味わい。熟練の技で丁寧に焼き上げられるたこ焼きは焼き上がるまでかなり時間がかかりますので、時間に余裕がある時がおすすめです。美味しい。こちらも普通ではありません。今から割ってみますが音がまず違います。外がパリッとして中はもちもち。もちもちだ皮。あんも手作りで、小豆は北海道産。おいしい。4、5時間かけて丁寧に炊き上げています。それでは皆さん、今回の立ち食いそば最高の名店5選はいかがだったでしょうか？美味しそうだなぁと思ってくれた方はぜひ高評価を。ハンバーガーが単品で1000円もしてしまう昨今、ワンコインで楽しめて奥が深い日本のファストフード立ち食いそばはやっぱり最高だと思う同士は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。